こんにちは、名神工業です。今回は一液型コーキング剤の使い方、それから途中で余ってしまった場合の簡単な保存方法、それから最後捨て方、廃棄の仕方について詳しく解説していきたいと思います。保存方法といってもそんなに難しいことはしません。というか誰にもできることです。それによってどのくらいまで使えるのか実験をしてみました。実は1年ぐらい前から仕込んでおいたものもあります。そんな実験結果も見ながら詳しく解説していきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは1成分系コーキング剤の使い方、シーリング剤の使い方解説していきたいと思います。シーリング剤には1成分系と2成分系2種類ありますね。2成分系の場合は主材と硬化剤別々の材料があってそれを混ぜ合わせることで反応して固まります。1成分系の場合はほとんどが湿気反応効果型、空気中の水分に反応して固まるタイプです。ですから空気に触れたところからだんだん固まっていきます。1成分系の場合はだいたいこういうカートリッジに入ってますよね。このカートリッジ、この先っぽのプラノズル、これと本体と分かれます。そしてこの本体の中、ここですね、ここアルミの防湿紙が入っています。ここに穴を開けることで材料も出てきますし、空気に触れて材料が固まるということになります。ですので最初買ってきてからはまずここに穴を開けます。このノズルを使ってもいいですね。ブスッと出します。何か他の細い割り箸みたいなもので穴を開けてもいいですし、何かでとにかく穴を開ければいいです。そしてこのノズルを元に戻します。あとは目地の幅、このコーキング剤を打つ幅に応じた大きさでカットします。実際にやってみましょう。はい、それではやっていきたいと思います。最初にね、先ほど言ったようにこのノズルを使ってアルミの防湿紙、これを破っていきます。このようにで、ここにね材料がちょっとついちゃいますので、これは拭き取っておきましょう。このタオルじゃなくて、これは汚れてもいいタオルですので、キッチンペーパーみたいなちょっと厚手の紙で拭き取ってください。そしたらこれを元に戻します。はい、それでこのノズルの先をですね、目地の大きさに合わせた大きさでカットします。こんな感じで。そしたらコーキングガンにセットして、あとは押し出していくだけですね。こんな形で、こんなです。これで使えるようになりました。はい、作業がこれで終わりましたとしましょう。取っておきたいという場合です。まずこの先っぽに作業しているとこんな風にノズルの先っぽについちゃいますね。これをまずきれいに拭き取ります。こんな感じ。きれいになりましたら、はい、きれいになりましたね。保存方法はこれでおしまいです。拭いただけ、このねノズルの中にまだ材料がこんな風に残ってる状態、このまま放置で大丈夫です。今まだ固まってないので触っちゃったりして汚れると困るのでね、なんかテープみたいなもので、養生テープみたいなものでね、このようにぐるぐる巻きにしといてもいいですね。これは別に中に空気が入らないようにするためにやるわけではないです。手につかないようにするためです。この状態でじゃあどのぐらい持つのかなっていうところなんですけどもね、実はこちらに用意したコーキング剤、同じようにノズルの先端だけ掃除して、実はこれ令和3年5月19日、今日が令和4年5月2日なので、およそ1年前にこの状態にしてほったらかしにしといたものです。そしてこれは令和3年10月29日、だいたい半年ぐらい前ですね。そしてこれが令和4年の4月14日、2週間ぐらい前ですね。そしてこれ令和4年4月の25日ということで、
だいたい1週間ぐらい前ですね。それぞれが実際どうなっているのか見ていきたいと思います。はい、それでは実際どうなっているのか見ていきたいと思います。これがね、1年前のやつですね。これが半年前のものです。そしてこれが2週間ぐらい前のものですね。これが1週間ぐらいの前のもの。じゃあね、上から見ていきましょう。まず1年前のものですね。ノズル外しますね。こんな風にノズルの中のコーキング剤が固まってしまってますね。その代わりノズルきれいに取れました。それから半年前のもの、これも多分ノズルの中は固まってしまっています。固まってます。2週間前のものどうでしょうね。これも固まっちゃってますね。じゃあ1週間前のもの、これはどうでしょうね。なんとここは固まってないです。ほらビヨーンとね、固まってない。ということはこれはまだ使えそうですね。どうやって使うかと言いますと、もちろんね、この先っぽの部分、これはもうね固まっちゃってるんですよ。なのでこの部分をね取ります。こんなペンチ使ってね、先っぽがちょっと細いと取れにくいですけど、ちょっとねノズル先っぽを切りますね。こんな感じでね、ほら取れますね。そうするとこの中のものはもう固まってないやつです。これでもう一度蓋をしますと、このまま使うことができるんです。ということで1週間だったらこんな風にしてもう一度使えます。じゃあ2週間目のこいつ、これ取ってみましょうか。中まで固まってそうですね。ちょっとこれぐらいだったら多分無理やり押し出せば出てくるかもしれないです。ダメそうですね。あまりねこう中が固まってる時にギューって力を加えると、この後ろからね出てきちゃう場合があるので気をつけてください。あまり強引にやらない方がいいです。ということでね、もう1週間ならもう一度使えますけど、2週間以降はちょっとダメそうですね。これをどうにか使えないかということで、やる方法としては多分強引にブスッとやったらちょっと中身出てきましたね。出てきましたほらこんな感じ。ちょっと穴を開けてあげて、中の柔らかい部分が出てくるようにしてあげれば使えるようになりました。それではね、半年前のもの、これもう完全に固まってますのでね、引っこ抜いてみましょう。やっぱり中まで固まっちゃってますね。じゃあこれもさっきみたいに何か突き刺してみましょうか。つかないですね。中まで固まってそうですね。何か細いもの、割り箸。これでさっきみたいにブスッと通れば使えるようになるのでは。今ねブスッと入りましたね。ほら材料がちょっとついてきました。ということで、はい、やってみましょう。出てきましたね。ほら通してあげればね、こうやって材料出てきます。半年経ったやつでも使えました。それではね、1年前のものです。でね、実はこのコーキング剤、公式にアナウンスされているのは大体賞味期限といいますか、消費期限といいますか、使用期限ですね、製造から6ヶ月というのが一応目安なんですね。ですから半年以上経ったものは使用は自己責任でお願いしたいと思いますが、基本的には固まってなければこのまま使えます。極端にもうどうだろう、3年5年10年とかそのような場合は、僕ね経験上一度だけ全く固まらなかったということがあります。それは何年過ぎたものだったかちょっと覚えてないんですけども、相当古い5年とか経ったようなものを出してみたらですね、2日経っても3日経っても固まらなかったということがあります。
ただまあそれはもう5年も10年もみたいな材料ですので、まあ1年ぐらいだったら全然問題ないかなと思います。とりあえず1年ものやってみましょう。あら、こんな風に切れちゃいましたね。よし、これも刺してみましょうね。あらららら、刺さりましたね。刺さりました。ただ穴がね小さいので、これだと出すのに力がいて、だいたいこれぐらいで抵抗なくなりますね。3センチぐらいかな。3センチぐらい刺すと、だからここら辺まで固まってるんですよね、多分ね。よし、これでやってみましょう。ちょっと開けた穴が細いのでまずいっすな。裏から出そう。しまった。ちょっと穴を大きくしてですね、出やすくしたい。ちょっとね出てきつつあるんですが、穴が大きく開かないためにちょっとなんかね全体的にこう押してきてくれてるので、これを見てください。いや出てきた。ほら、これでね、なんと使えました。全然いけますね。はい、大丈夫です。 OK です。令和3年5月19日1年ものですね。いけますねこれ。ということで、こんな風にすれば1年経っても使えます。さっき言った通り、使った後ノズルの先端を拭いて放っておくだけです。でね、じゃあ中身がどうなってるのかなっていうのを見ていきたいなと思いますね。はい、実際中身がどうなってるのかちょっと裂いていきたいと思いますね。この辺からはい、こんな感じです。ほら、このね部分はね、そうでもないな、これ1年ものです。やっぱりこの口の部分、真ん中部分がですねちょっと固まってんのかな。この辺は全然、後ろの方は全然固まってないですね。なのでこっちからですね棒を突き刺してあげて貫通させれば、この後ろの方の固まってない部分は出てこれるんですね。空気に触れたところから固まっていきますので、この部分は固まってしまいますけど、1年が経ってもほとんどこの中身は固まってないんですね。全然使えます。はい、1年ものはこんなだったのでね、他のものは見なくても一緒ということになりますね。次はね、廃棄の方法なんですけども、自治体の廃棄方法に従っていただきたいとは思うんですけども、このままだと、この固まってない状態ですね、このままだとどのゴミにも該当しないんで捨てられないんですね。実はこれ固まれば廃プラスチック扱いになります。ですので、捨てる時はですね、このように開いて、固まらせちゃうか、もったいないですけど新聞紙かなんかに全部押し出しちゃって、それはそれでべちゃんと固めちゃって捨てるかということになりますね。ですからこのままね入ってる状態のまま、これもう何年経ったとしても中の方まで固まるっていうのはなかなかないので、全部中身を出し切って固めて捨てるか、このようにもう先っぽが詰まっちゃって出せないよっていう場合は、このようにね切り開いて固めて廃プラとして捨てるようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。コーキング剤ね、余ったやつなんかめんどくさいなーって思うかもしれないですけどね、まだ使う予定があるのであれば何もせずにちょっとノズルだけきれいにしてね置いておけば、また次回使います。もう使わないだろう、捨てようって思ってる方はね、もう全部出しちゃって固めちゃってください。
そうすれば、ハイプラとして捨てることができます。以上、1成分系コーキング剤の使い方、保存の仕方、捨て方でした。ご視聴ありがとうございました。名神工業でした。